皆さんこんにちは。わがちゃんです先週は1週間配信をお休みしてしまいました。その理由はどういうことなんですかね。イタリアも暑いので夏バテもあるんですけれども、仕事探しの準備をし始めまして、それ以外にも私の仕事を一緒にいろいろ手伝ってくれているので、忙しくしているところがあるんですけれども、なので今日は仕事探しを始めた状況をこういうトーク形式でいつもとは違った感じでお届けしたいと思います。そもそもなぜ私が仕事を探しているかって、このビデオを初めて見ていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、もともとイタリアにここに来たのは夫の仕事でね、あなたの仕事のホテルをね、古城ホテルをオープンするっていうことで来てまして、ボスの方が嫁さんのことも気に入ってくれて、カフェマネージャーとしてオープンしたら働いてくれって言われてたんで、そのオープンの準備もずっと私と一緒にやってきたっていう経緯があるんですけれども、ホテルのプロジェクト自体もちょっと今危うくなってきている状況で、なので嫁さんの方にはちょっと当分ホテルの仕事はないというところで、ということで、急遽ではないですけれど、今年に入って仕事を探さないとねっていうところでいろいろちょっとずつ準備してたかというと、あっという間に時間が過ぎ、やっと今本腰になって仕事を探し始めているという状況です。今履歴書をね、作ってるんですよね。それもイタリア語で。そう、来週あたり授業で先生にもチェックしてもらえるみたいなので、今頑張って作ってます。でその中ではいろいろな人に今会ったり話を聞いて、今日もねちょうどドイツ人の方に話をここに来てもらっていろいろ聞いてね、いろんな人に話を聞いて分かってはいるんですけど、この町ビテルボもしくはこのエリアというのは、ローマからは確かに1時間半ぐらいで、来れるとこなんですが、悪く言ってしまえば田舎で、そして経済基盤が弱い町なのでね、大きい産業というか会社とかがない。あと今日の知人、ドイツ人の知人ですけど、妹さんがスペインのバルセロナに住んでいて、やっぱりバルセロナもすごい仕事が溢れてるっていうか、それもやっぱりミラノとちょっと似てますけど、スペイン経済の中で最も栄えてる街、企業もたくさんあるしっていうところで、ドイツだとね、それこそ大きな日本人街があるデュッセルドルフとか、あとフランクフルトとかっていうと、結構ね仕事もいろいろあるんですけどね、あとはイタリアの問題として、あんまり日本では伝わってないかもしれないですけど、やっぱりその EU の中で、経済力が今最下位というか、経済力っていうか、GDP の成長率とかそういうのがちょっと停滞していて、経済そのものがよろしくない、つまり仕事もあんまり雇用状況も良くないということで、それプラス給料レベルも、日本よりもちょっと低いぐらいかもしれないね、感覚的には。だから授業でやった教材のテキスト読んだ時には、イタリアで大学卒業した人はどんどん海外に仕事を探しにより良い給料条件を求めて出ていってしまうので、それの多いのがドイツとかイギリスっていうことで、なのでどんどんイタリアの人材が流出するっていう記事をちょっと前に勉強しました。なので皮肉ですけれども、私が20年近く住んでたベルリンっていうのが、いわゆるそのイタリア人の大学卒業した若い者が一番向かう街というところで、やはりドイツの方が、正規雇用で保障もしっかりあって、やっぱりイタリアは非正規雇用がね結構日本と一緒で多い。どうやって仕事探すか、もちろん私たちはイタリアからしたら外国人なので、そもそもイタリア人ですら仕事を見つけるのが難しいので、外国人の私たちはなおさら仕事を見つけるのが難しいんですけれども、
例えばここビテルボに関してはさっきもそのドイツ人の方に聞いたのが、やっぱり口コミのコネクションがイタリアがもともとそういうコネクションが強い中でも、特にこのエリアビテルボは強いから、行くパン屋さんとかバルとかそのたんびになんかいい仕事ない？仕事探してるんだよねって声かけていくのはかなり有力な方法って言ってたね。まあね、仕事探しはやっぱり日本でもイタリアでも世界共通だと思うのは、やっぱり履歴書書いて、それでこう応募のところに募集しても、ね、100人募集が来て1人とか、そういう感じだから、それはまあ難しいんで、やっぱりコネっていうのが一番ね確実な方法。さっき知人が言ってたんだけど、やっぱりドイツ人とかアメリカ人でも結構ね、このビテルボとか、イタリア全土住んでる方多いんですけど、でもそのイタリアの会社でこっちのね就職してるっていうよりは、リモートでドイツの会社とかアメリカの会社の派遣みたいな感じでこっちで住んで仕事してるみたいな。そうだね、そう言ってたね。そういうのなんか日本企業とか探せばいい。そうだね、どうやって探すんだろうね。イタリアで仕事探す、私の語学力まだまだっていうことを考えると、自分のそういうパーソナリティとかものをベースに探さないといけないから、一つは当たってみる価値はあるね。そういうの未知の世界だけど。今まで一生懸命毎週金曜日、日本時間20時にアップしてきたんですけれども、まあ嫁さんの性格上結構字幕をちゃんと書いたりとかまあね、他の YouTube 出してる方と比べるとかなりこう時間をかけてやっていたので、みんなすごい時間かけてると思う。まあみんなねそうだと思いますけどね、でもやっぱりその YouTube があると、それをどんどんやりたくなっちゃって時間を費やしてしまって、肝心な仕事探しが優先順位どんどん下がっちゃって今になってしまったので、なのでちょっと7月から要は各週で配信という形に切り替えたいと思いますので、回数は減りますけれども引き続きアップして作成していくということなので、いつも見ていただけている方本当にありがたいと思っておりますので、例えばイタリアに住んでらっしゃる日本人の方で、こうやって仕事探したよ、こうしたらいいんじゃない、あとは知り合いがこういう形で仕事見つけたらしいよっていう情報があったら、ぜひコメント欄で教えていただけたらとっても嬉しいです。はい、何かアドバイス、仕事探しで日本にお住まいの方でも何かこんなところあるんじゃないみたいな、もし何かあればねコメント欄に書いていただければもう本当にありがたいです。ということで、次回の配信は2週間後になってしまうと思いますが、何か進捗があればそのご報告、なければまた別の動画でお会いしたいと思います。それではチャオチャオ。チャオチャオ。